石膏だけで作った木型で靴作りをする実験です。石膏の塊から木型を削り出しました。刃物とヤスリで削りました。木型が完成し、中底を作りましたが、作業中木型が割れてしまいました。この木型を直して靴作りを再開します。石膏木型の表面は触るだけで粉がつくので紙を貼っています。まずはその紙を剥がします。荷造り用の封筒をでんぷんのりで貼っています。完全に割れています。中底はつけたまま補修をします。以前、ドールシューズ用の石膏木型を作りました。その時も同じ場所が割れてしまいました。部品が細かく砕けたので、枠を作り、つま先全体を作り直しました。ですが今回は部品を再利用できそうです。ゴリラボンドを割れ目に入れています。ボンドが乾くまで紙を貼って部品を固定します。コピー用紙を使っています。紙を貼り終わりました。大きく欠けた部分は石粉粘土で埋めます。ボンドを塗ってから石粉粘土を詰めました。粘土を詰めました。乾くのを待ちます。今回の中底は実験的に段ボールと厚紙を使って作りました。段ボールに鉄のシャンクを貼り、厚紙をでんぷんのりで貼り付けました。土踏まず部分は革で作ったものよりも強くなりました。強く押しても曲がりません。水に弱いと思いますが、実証実験をしたいと思っています。ボンドと石粉粘土が乾いたので、ヤスリで成形します。布と革と紙を使って補強するので、多めに削っています。木工用ボンドで面の布を貼り付けています。布に続いて革を貼り付けます。今回使ったのはアッパー用の柔らかい革です。靴底用の革を使うとより丈夫になると思います。貼り終わったら刃物で成形します。あるよ。うん、ある。お家で。お家でお母さんが作ってくれた。うん。皮を貼り終わりました。厚紙も貼りました。でんぷんのりを使ったので乾くまで固定しています。でんぷんのりは乾くまで時間がかかりますが、乾くと硬くなり加工がしやすいです。仕上げに紙を貼りました。表面を同じ素材で覆うと形の確認がしやすくなります。続いてメジャーリングシューズを作ります。メジャーリングシューズとは採寸用の靴で、私が考えました。ベルト付きのパンプスのような靴です。
かかととつま先には補強材を入れます。実験的に歯切れを継ぎ合わせています。完成した時の強さは十分でしたが、実証実験はまだできていません。メジャーリングシューズも普通の靴と同じようにラスティングしています。実際に履いて歩く靴ではないので、気軽な気持ちで作っています。ラスティングが終わりました。扇風機で一晩乾かします。歯切れで作った靴底を貼り、かかとを取り付けます。完成しました。木型を抜くためのループをつけます。木製の木型にはドリルで穴を開けますが、石膏木型は壊れそうなのでループを取り付けました。ループにフックを差し込み、石膏木型を引き抜きます。石膏木型が折れるかもしれないので緊張しています。アッパーが石膏木型に張り付き、なかなか抜けません。ラスティングの前にアッパーの裏にベビーパウダーを塗るのを忘れたせいです。アッパーを石膏木型から剥がしています。アッパーが少し動きました。抜けそうです。無事に石膏木型を引き抜くことができました。ほっとしました。メジャーリングシューズが完成しました。メジャーリングシューズでお客様の足を採寸しました。石膏だけでは割れてしまいましたが、石膏木型でも革や紙で補強をすれば靴作りに使えることが分かりました。次回は石膏木型をお客様の足の大きさに調整します。ご視聴ありがとうございました。